グラミー賞で世界中の注目を集めた BTS。今、そんな彼らの兵役問題に再び火がついています。期限が迫る中、事務所が公言した内容とは？メンバーはどのように捉えているのか？これまでを振り返りながら、2022年最新の BTS 兵役問題についてご紹介します。BTS の兵役問題をおさらい。まずは、これまで話題となった BTS の兵役問題をおさらいします。北朝鮮と休戦状態にある韓国の成人男性に義務付けられているのが兵役です。韓国では、満19歳で成人となるため、19歳から28歳までの成人男性が対象となっています。兵役が免除になる場合も一部ありますが、K-POP スターはその条件に含まれていないため BTS も例外ではありません。所属によって違いはありますが、兵役の期間は約21ヶ月から24ヶ月と言われているようです。可能かどうかは別として、全員揃って兵役に行ったとしても、約2年間の活動休止を余儀なくされるため、世界中からその動向に注目が集まっています。今や韓国国内だけに止まらず世界的に活躍する BTS ですから当然ですよね。そんな中、2020年12月1日に大衆文化芸能分野での活動を認められる人が同国の男性たちの義務となっている兵役の先送りを可能にする法案が可決。俗に言う BTS 法と呼ばれる兵役改正法案が現実となります。この改正法案によって28歳を上限としていた年齢制限が30歳まで延期できることになりました。しかし、これは BTS を念頭に置いた立法であり、かなり厳しい規定には BTS 以外は対象者になり得ないと批判されることも、国政を動かすほどのきっかけとなったのが、同年に28歳を迎える BTS の最年長ジンの存在です。ジンが28歳となる12月4日、その3日前に法案は可決しました。これだけギリギリの決定となってしまったことを思うと、どれだけ難しく繊細な問題だったのかが伺えます。2年の猶予を得た BTS は、パンデミックの中でも飛躍的に活躍しますが、2022年はジンが30歳を迎える年。あっという間に2度目の延長期限が迫っているのです。アメリカで行われたツアーも大盛況のうちに終え、多くのアーミーがその行方を見守る中、今 BTS の兵役問題が再びクローズアップされています。事務所の CEO が BTS の兵役について公言。そもそも兵役免除とは、疾病、障害のある人や家族の生計に責任を負わねばならない人などに対する救済制度のことです。その中には、国威宣揚した人々にも、褒章の概念で兵役を免除するという芸術体育要員などの規定も含まれています。それは、スポーツ分野と美術、音楽、舞踊などの芸術分野で、その基準を満たしていれば、兵役の義務が果たされたとみなす規定です。どちらの分野でも国際的な大会やコンクールにて優秀な成績を収めたものに限られます。これまでに多くの功績を残してきた BTS ですが、この基準には該当しません。そのため、兵役の該当者となるわけですが、世界を舞台に韓国の地位を向上させるほどの活躍をし、大きな経済効果を生んでいることも事実。2年の延長をしたものの、その先兵役を迎えるのかどうかは意見が二分したままです。韓国の国会では BTS をはじめとする大衆文化芸術院を芸術体育要員として代替服務を認める内容の兵役法改正案 BTS 兵役特例法の審議が進められており、今も平行線となっています。そんな状態に痺れを切らした BTS の事務所背部が国会に対して早急に結論を出すよう公言しました。
4月9日、現地時間、ラスベガスで記者会見を行った際、兵役について言及したのは、ハイブの CCO イ・ジンヒョン氏。イ氏は、ここ数年兵役法案が変化し、予測できないためにスケジュールを組むことも難しく、アーティストたちが少し苦しんでいることも事実。会社としては、アーティストとともに改正案の動向を注視し、韓国社会とアーティストの両者に有益な結論が出ることを願っていると明かしています。また、注目度の高いこの問題について、今回の国会で整理されることを願う。今回の国会を過ぎてしまうと、再び下半期に終わりのない議論を繰り返すことになるため、迅速な結論を出してほしいと訴えました。ハイブが声を上げたことで、BTS 兵役特例法は急ピッチで動き出すことに、早ければ4月中に結論が出るのではないかと注目されています。可決されれば、BTS の兵役は免除となりますが、全く何もしなくて良いわけではありません。基礎軍事訓練と言われる4週間の新兵訓練は必ず受ける必要があります。しかし、4週間と2年では大きな違いがありますよね。また、2年連続でグラミー賞にノミネートされたことについても言及し、BTS の音楽性や影響力はさらに大きくなると考えている。BTS というアーティストがどこまで成長するのか見守り、そして共に歩みたいと語ったイ氏。アーミーと同じく、事務所側も BTS の今後の活動に大きく関わる兵役問題の早期解決を望んでいるようです。長引く兵役問題にメンバーが心を痛めていると思うと辛いですね。国が BTS の兵役について検討。事務所を訪問。今や国益を動かすほど大きな存在となった BTS の活動休止は国家的損失にもつながりかねないとするものの、一方で公平性を保つためには義務を果たすべきだという賛成論と反対論は未だ拮抗を続けています。そんな中、2022年4月2日にはアン・チョルス大統領職引き継ぎ委員長がハイブを訪問したことで話題になりました。K カルチャーの発展に関する法案を議論するのが目的で、兵役について議論されることはありませんでしたが、BTS 兵役特例法が扱われる可能性も出てきたようです。アン大統領職引き継ぎ委員長は、BTS 兵役特例法については、引き継ぎ委員会で検討する事案ではないとしながらも、優秀な芸能人に兵役特例を設けるべきだという意見を十分に提示することができると答えています。当時 BTS は不在だったものの、振り付けの練習をしていた弟グループの Tomorrow by Together TXT が挨拶を交わしたそう。また、大統領就任式で BTS による祝賀公演を検討しているとの政府側の発言を受け、アーミーからは、BTS を政治的に利用しないでほしいと猛反発する意見が相次ぎました。これについては、事務所側も正式な招待は受けていないとし、最終的には就任式に BTS は招待しないという形で収束。今やグローバルスターの BTS の影響力は計り知れず、多岐にわたって大きな波紋を広げているようです。メンバーの意向は？BTS メンバーは自身の兵役問題のことをどのように受け止めているのでしょうか。2020年に可決した BTS 法については明言されていませんが、兵役についてはジンを筆頭に兵役は当然のことだと考えています。メンバーともよく話していますが、招集され次第全員が応じる予定ですと明かしています。そして今回イ氏が記者会見場でアーティストは以前から国の招集に応じるというメッセージを繰り返し伝えており、その意思は今でも変わらない。2020年頃から変わり始めた兵役制度と国民の考えの変化を見守っており、係留中の兵役法改正案が提出されてからは、会社に判断を一任した状態。
改正案が協議されている状況での兵役に対する意思決定は慎重にならなければならないと会社側から説明し、アーティスト側はこれを受けて判断を会社に一任したと説明しています。また現在の猶予状態は会社側の意向なのかと問われると、会社が一方的に進めるのではなく、メンバーに十分な説明をして議論を交わした上で意思決定をする。国会の進行状況などに関連した発言について会社に一任しているという意味だと補足しました。背部の公言を受けて後日陣も次のように発言しています。兵役問題については会社とたくさん話し合い、会社側に一任する方向です。会社の言葉がそのまま僕たちの言葉ですとコメント。兵役問題についてはやはり最年長のジンが BTS の中で最も心を痛めているのかもしれませんね。アーミーの考えは？アーミーの心境ももちろん複雑で意見が割れています。しかし韓国では兵役という義務を果たしてこそ一人前という考えを持つ人も多く、免除することで BTS への風当たりが強くなったり批判されたりする可能性を憂いて言った方がいいとの声も多いようです。BTS メンバーは兵役に応じる姿勢を見せ続けているため、彼らが望む通り兵役を終えて活動再開する方がイメージがいいという意見や、私たちは待てると胸を張るかっこいいアーミーも、実際免除となった場合の批判は免れないと言われています。しかし BTS やアーミーがそのつもりでも、それを良しとしない政府や政界の存在が、BTS の不在期間はあまりに大きな国家的損失につながりかねないのです。一方で最近の韓国での世論調査では、アーティストも兵役の特例に含むべきかどうかという質問に対して、賛成意見が 59%、反対意見が 33% と、容認する考えを持つ人が増えているという結果も出ています。それだけ大きな経済効果を生み、功績を上げ続けている BTS を免除するべきだという声も上がっているのです。しかし、公平性といった観点から、やはり20から30代の男性からの意見は冷ややか。中には、誰の人生にとっても大切な20代の2年間を社会的、経済的な物差しで価値をつけ、奪う人と奪わない人に分けるなんて不公平だといった声も上がっています。2020年に BTS 法が可決されて延長が許されたことによって、BTS を特別扱いしているという印象が根付いてしまっていることも要因にあるようです。また、K-POP ファンからは、他のグループは言ったのになぜ BTS だけ免除されるのかといった声も、これは法改正などのタイミングでは必ずと言っていいほど問題提起される内容ではないでしょうか。免除対象の基準を決定する際にも関わってくる問題です。さらに、韓国では近年人口急減という問題に陥っています。出生率が低下したことによって兵の人数が不足し兵力難となっているのです。そのため20代の男性はこの兵役問題に特に敏感になっているとか、こういった事情が背景にあることで公平であることに重きを置いている韓国の若者たちからの反発を買うのは避けられないかもしれません。このような世論の批判的な意見によって BTS メンバーが傷つくことを恐れ心配しているアーミー。もちろん免除されることで活躍の制限は最小限に抑えられるため喜ぶアーミーも多いです。アーミーとしては免除が確定すれば純粋に受け入れて喜びたいところですが、韓国には韓国の事情があることを考えると手放しで喜べない可能性もあるのですね。まとめ、2022年最新の BTS 兵役問題についてまとめてみました。本当に難しい問題ですが、あなたはどのように感じましたか？兵役問題がBTS の今後の活動にどのような影響を与えるのか、
その結果は近く決定するようです。様々な事情が交錯する中で、BTS とアーミンの思いがうまく運ぶことを祈ります。長く続く BTS の兵役問題に、どのような決着が下されるのか、今後も目が離せません。